大潮の干潟でございます。じゃあ醤油はこっちのもうマテ貝が見えてるやつから入れていきます。ハイボールタイム。はい、こんにちは。小豆島漁師浜湯です。今回はですね、マテ貝を取りに行きたいと思います。もういろんな YouTuber さんがこすりにこすってしゃぶりにしゃぶりまくったものの企画なので、ただ同じではつまんないということで、今回は醤油をマテ貝の穴に入れるのと、海で海水を汲んでそれを鍋に移して火をかけてボコボコ沸かした後にさらに追い塩を加えて、でさらに水気を飛ばして、できたのがすんごい塩辛い海水でございます。で一口舐めてみるとやっべえ。でマテ貝って干潟に生息していて、砂の砂泥の表面を削ると穴が出てくるんですよね。その穴に本来は塩とか入れるんですけど、塩って最初はいいけどすぐ固まってなかなか入れにくかったりするんで、今回はこの2つの液体でやっていきたいと思います。でさらにそれだけじゃなく、マテ貝の沖漬けも作ろうと思います。こちら視聴者さんにいただいた焼酎の入れ物の残りです。ここに醤油とみりん、酒を加えて、これで沖漬けのタレが完成です。じゃあこのタレを持って早速マテ貝取りに行きましょう。レッツゴー。よし、じゃあ行ってきます。出航だ。はい、じゃあマテ貝のポイントに到着しました。大潮の干潟でございます。じゃあ早速ね、この濃厚海水を、すんごいね海水をまずこれに入れていきたいと思います。若干コーヒー入ってるけど大丈夫で、ロートも持ってきたんでこれで入れていきます。茶色よし、これで OK。 これで塩みたいに入りにくいなんてことはないです。じゃあマテ貝取り行きましょう。取るぞ。はい、じゃあここからが干潟というやつですね。土が変わってます。砂泥になりました。で干潟って面白いんですよね。なんかいろんな生物がいるのはもちろんのこと、謎の穴とかもいっぱい開いてます。で小豆島の干潟、こういうものがたくさん落ちてます。これ何貝か教えてください。食べれるはずで、干潟にもこのようにやっぱ満ってるとことなんかくぼ地とかがあって、残った水が溜まってるとことかもあるんですよ。こういうとこには結構ね魚がいたりします。ほら、早速1匹目カニですね。おまけにただのカニじゃなくてブヨブヨだ。これ脱皮してる。それからちょっとねカメラでは捉えにくいんですけど、ハゼみたいなのもピュンピョピュンピョコ泳いでるって感じです。ちょっとね人がいるんで人見知りの僕は小声で喋ります。であとですね、めちゃくちゃこうなんかポツポツしたウサギの糞みたいなのがいっぱい落ちてるんですよ。こういうのとかもそうだし、あとこういうちっこいのとか、これってねこんまいカニとかが砂をね出した後なんですよ。めちゃくちゃ丸くて面白いのが山のように落ちてます。でマテ貝の名前の由来なんですけど、塩を入れて待つからマテ貝かなって思うじゃないですか。じゃなくてマテ貝の上から水管で下から足が出るんですけど、その様子が人間がこう袖からね手を出してる様子で、古語のマテっていうんですけど、神手って書いて、その様子に似てることからマテ貝っていう説と、貝殻の形がですね馬の上で使う刀メテ刺しっていうんですけど、その形に似ているから来たとも言われています。ちなみに漢字では馬刀貝と書きます。歩いてたらマテ貝の貝殻発見。こんな形ですね。これがこうぶっ刺さってるわけ。あんまりゆたゆたしたとこだと掘ったらすぐに水が入ってくるんで、こういうとこはねあんまり掘ってもほらすぐ水が入ってダメです。ここらならいけそうかな。じゃあ早速掘っていきましょう。でみんながよく間違えがちなのが、もう穴が開いてたらすぐ何でも入れちゃうみたいなんですけど、マテ貝の穴ってこういうね丸い穴じゃなくて、マテ貝の形がちょっとねこのアワビ型なんですよね。だからこういうひし形系の穴がマテ貝というわけで、こういうとこ塩入れてもマテ貝は出てこないんです。大概なんかミミズとかエビとかが入ってます。これもちょっと違うかな。ここは若干水気が多そうだ。でここも水気多いんでちょっと移動。ここら辺なら大丈夫そうです。早速掘っていきましょ
ちなみに鎌はねもうこういう鎌で大丈夫です。ここまっすぐのやつとかもあるんですけど、若干円になってる方が土が横に逃げて掘りやすかったりします。ここいい。こうやってやっぱね掘った時に水が入ってこないぐらいで、もうね10センチぐらいこうやって広く掘っていけば大丈夫です。だいたい前か横に進んでいくイメージです。消えた。これそうですね。これちょっとひし形には見えにくいけど、これ多分そうです。じゃあここに最初は通常通り塩入れてみます。出てこいや。これで今プクってなった。ほら出た。でこうやって抜く。これだけでここが水管ですね。でめちゃくちゃここ塩入れると水管がポロって取れるんですよ。ほら取れた。でこれはおそらく塩から逃れるために外してるものかなと思われます。これでまず1匹で、マテガイの穴って10センチから深いやつだと1メートルぐらい潜ってるんですよ。そんな深く潜ってるのになんで塩を入れるとマテガイが出てくるのかっていうと、マテガイって満潮時はこう海の中で出てるんですよ。それはプランクトンを食べるためなんですけれども、効率的にだから塩を入れることによって満潮と勘違いして出てきてしまうっていう説と、あとですね、単純にいきなり塩分濃度が高くなってびっくりして出てきてしまうっていう説と、浸透圧とかによってこう体内の水分が奪われるのを防ぐために出てくるっていう、その3点の説があります。で抜く時に思いっきり抜きすぎると殻が割れちゃうんで、殻が割れるとね中に砂が入るんですよ。だからめちゃくちゃいい力加減で抜いてあげる。抜けますよ。いく抜けた。で今3匹ゲットしましたね。どんどん掘っていきましょう。だいたい固まってることが多くて、ほらいた穴の近くに結構ね固まってるんですよ。であんま深く掘りすぎるとマテガイのねあれに当たっちゃうんで、水管とか掘りすぎないぐらいで気をつけよう。でさっきここに2個あって、今ここに1個とこれ1個。皆さんこの形です。こういうなんかアワビみたいな形に入ってる。でこっちちょっと見にくいけどもうこの中見えてますから。じゃあ早速まず醤油から試していきたいと思います。環境に配慮して1回だけちょっと試させてください。じゃあ醤油はこっちのもうマテガイが見えてるやつから入れていきます。どうだ、醤油でも出てくる。出てきそう。めっちゃ塩感じてる。出てはこない。でも醤油出てこないんだ。ちょっともうちょい深く掘って入れてみます。出ない。こっちはこっち。マテガイじゃないのか。完全マテガイの穴なんですけどね。ちょっとマテガイがいるか実際掘って確認してみます。あれ、ちょっとマテガイじゃなかった可能性があるんで、もう一回だけ検証しましょう。水が出たからマテガイだと思うんだけどね。ちょっとおじいちゃんおばあちゃんが転ばないように穴だけ戻しとかないと。ちょっと掘り進めて、これ完全にマテガイでしょ。これ完全にマテガイでしょ。ちょっと一回塩だけで。出た。塩やと一瞬で出てくるやん。でこういうあんま出てないやつも左右の砂から押さえてあげながら抜くと抜けるんですよね。こうやってちょっと尻尾が切れちゃった、足がね。でマテガイって10年間も生きるんですよ。ということは育つのが遅いんで、あんまりちっこいんはもう来年とかにね残してあげましょう。リリースです。こいつはちょっと尻尾が切れちゃったから持って帰ります。でまたいい穴が出てきました。これだったら普通のサイズ。もう一回醤油だけ。これもラストにします。醤油ちょっと醤油でどうしても取ってみたいんだよ。なんで醤油だと出てこないんだろう。マテガイじゃないのか。いやこれ絶対マテガイの穴だぞ。ちょっともう一回掘ろう。醤油じゃ出ないっていう証明が欲しい。マテガイがここにいたら醤油じゃ出ないってことだからね。マテガイが醤油じゃ出ないという証明が欲しいんだ俺は。
ほらやっぱりほら板間手がえ、やっぱ醤油じゃダメという検証結果が出ました。はあ、疲れた。醤油だと塩分濃度が少ないのか何なのか分かりませんが出てこなかったので、次は海水ですね。探していきましょう。でも掘るときはこうやって掘っていって、もういなかったら次に掘っていくって感じですね。ちなみにちっこい穴はスルーしてます。ほら出てきた。こういう大きい穴を掘らないと。これまあまあでかいぞ。じゃあここにいよいよ高濃度の海水です。いくぞ。これでできたら革命が起きる。めっちゃくちゃ入れやすいってことだ。とか出そう出そう出そう。呼吸してる。出てこない。なんで出てこないですね。これもう一回掘ってみましょう。出てきた出てきた。出てきたぞ。どっちだ。出てくるのか。割れた。くそ。案外マテガイって殻が脆いんですよね。漢字で書くとかっこいいのに。この子たちね、もう潜る力がものすごく強いんですよね。よいしょ。これがね、もうビヨンビヨンこうしてどんどんグイグイ下に潜ります。こうやって横置いとってもほっとったらね、なんか自然にこう斜めになって潜ろうとしてるんですよ。でこの子たちってこういう形状のくせに海底を蹴ったりして、あと水中とかでもね泳ぐこともできるらしいです。でおそらくこの水管部分から水を吸って中でプランクトンを消化するんでしょうね。ちなみに英語ではこの形からカミソリみたいな貝ということで呼ばれております。ちょっとねこの濃い海水だったらまだ出る可能性があるんで、もう一回やってみましょう。あんまり表面だけ掘って出てきた穴っていうのはマテ貝がこう出てきても表面まで出てこないこととかもあるんで、ちょっとね余計めに掘ってあげるといいです。でかっ。見えた見えた。これ絶対いた。今見たぞ。はい、じゃあ高塩分濃度の海水を注いでいきます。満潮だぞ。てかびっくりしろ。出た。出る。出た。水管出た。水管めっちゃ出してる。水管外した。ポロって。ほらこれ多分塩分からね逃げてるんですよ。出た。よっしゃ。めっちゃでかい。オッケー。ただもう一個の方、水管これ2つあって絶対いるんですけど出ないですね。出は悪いな。海水は高濃度海水出は悪い。で検証結果なんですけど、醤油だと出てこない。で塩分の高い海水だったら出るには出るけど出にくいだからもっとね塩分濃度上げてあげて、塩と海水のギリギリの境目のドロッとした液体ぐらいまで狙えば多分もっといけると思います。微妙に多分低いんでしょうね、まだ塩分濃度がこいつらを出すためには。で今塩ねすぐ出てますけど、これすぐ湿気て出なくなるから水でできたらすごく楽だなと思ったんですけどうまくいかなかったな。とりあえず失敗はつきものです。実験には次は塩分濃度をもっと高めよう。そして私はどんどんマテ貝を掘りまくって、大きいんだけねお気づけのタレにつけてやりたいと思います。はい、じゃあどんどん掘っていきます。ここからはねもうちょっと撮影無視して僕の本気で掘っていきますね。こう穴を見つけたら入れて、もうその間に横を掘っていく。でこのね出ない時とかもあるんですよ、全然すぐには。そういう時はもう無視です。しばらく出なくてもそのうちね振り返ったら出てるみたいなこととかも多々あるんですよ。でも出なくても気にしない。出なくてもそのまま掘り進めて次を探す方が効率的です。それにしても本当に出ないな。ここ違う穴かもしれない。ちょっと移動しましょう。よいしょ。 OK。
全然いないぞ。もうええか。腰だ。でも結構撮れましたよ。だいたい、動画撮ってなかったらだいたい30分ぐらい、動画撮ってるから1時間ぐらいかかったんですけれども、これぐらいマテガイちゃん撮れました。ちっこいはね基本的には撮ってないです。リリースしてます。これでもちっこいじゃんと思うかもしれませんが、小豆島はだいたいこれが平均です。でマテガイは基本的に砂抜きしなくてもいいっていう人もいるんですけど、やっぱ砂抜きしないと若干砂噛んでることとかも多いですね。とりあえず海水できれいに洗います。多分ねうまく抜けたやつは砂抜きしなくても大丈夫だと思う。でこの間までここねボラが100匹ぐらい泳いでました。多分投網したら取れましたんで、来年は頑張って投網打ってねボラ取りたいと思います。もうそこら辺とかでねいっぱい泳いでたから。じゃあマテガイきれいにしていきます。ザルがあるとすごい便利です。砂も落ちるし、これ面白いのがね、洗ってるともう全部の水管が取れるんですよ。ちょっと動画で見にくいけど、これら全部水管ですね。みんなね塩受けたからか知らないけど水管外すんですよ。水管がね剥けるんですよね。ということはみんなズル向け大人です。で掘ってたらね、さっき高濃度の塩分でやったら高濃度の塩分でもやっぱちょくちょく出てきたんで、あと塩でも出ないやつはやっぱ出ないです。だから一緒なんかな、もうちょっと高塩分濃度にしたら多分普通に出てくると思う。でこのマテガイをね今からさっきの沖漬けのタレにつけていきたいんですが、その前にさっき来てたおばあちゃんがねなんかアサリ掘ってて、ここアサリいるんだってなったんで、ちょっと今からアサリも見に行きたいと思います。先にアサリです。でおばあちゃんさっき向こうの方でアサリ探ってたから、僕も向こうの方で探ります。もうアサリなんか小豆島絶滅したと思ってましたからね、まだいるんだっていう希望が見えます。でおばあちゃんがさっきね石がうんたらかんたら言ってたんで、ちょっと石の方見に行ってみます。はい、じゃあ石んとこやってきました。ちょっと掘ってみようかな。アサリっぽいのはいるけど、これは完全中身土ですね。こういうのに騙されてね、こういうの炊いちゃったらもうめちゃくちゃ味噌汁全部泥臭くなっちゃうよ。僕が小学校の時なんか家の前のちっこいね、なんか海岸みたいなとこにアサリいましたね。いたいた。これあれですね。これうまいんですよ。これなんか外来種らしいんですけど、これうまいです。こいつも多分アサリ食ったりするんじゃないかな。アサリが減った原因って結構ねいろんな人から聞くんですけど、いろいろあってとか言ってる間に、これアサリだな。これ多分中入ってんじゃないかな。おー、アサリですね。ちっこい小ぶりだけど綺麗なアサリです。多分中入ってる。でもちっこいはね逃がしましょう皆さん。もうアサリが減ってるのに、減ってるからってちっこいなんぼでも取ってたら仕方ないよ。また出てきた。もうでもいることにはいますね。ちっこい言ってもこれぐらいだったらいいか。はい、で20分ぐらいやって4つしか取れませんでした。少ないね。おばあちゃんにあげよう。さっきのおばあちゃん水入れようか。水入れてこようか。沖で長靴長いから。これあげます。ちょっとおった。ほんま。うん。うわありがとう。ほんなら出汁が出るわ。ほんまね。はい、じゃあ帰ってきました。よし、早速沖漬けだ。沖漬け、沖じゃないから沖漬けとは言わないかもしれないけど、干潟漬けです。こちらつゆの中に取れたてのマテガイ、砂抜きはしてないけどきれいに洗いました。バケツの中に入れていってもよかったね。これをつけていきます。うわー、中国とか韓国の料理でありそうな感じ。壺につけるだけで。じゃあこれを明日七輪で焼いて食べてみたいと思います。帰ろう。ここでお知らせです。6月29日、コープ松山三越で10時半から11時半、サワラかマグロか、ブリか何かしらの魚の解体ショーをやります。握手や写真撮影会もあるので、皆さんぜひお越しくださいませ。はい、というわけで翌日になりました。朝はですね、しばらく網仕事をしておりました。
というわけでお昼になったんで、早速ねこちらフリーでお願いします。フリーっていうのはね動画の撮り方のことで、僕が勝手に似てるだけです。フリーでカメラを動かしてくれ、で固定はその場所でとどまってくれという感じですね。こんな感じでいつも撮影してます。さあこちらが昨日のあれですね、マテ貝の沖漬けならぬ干潟漬けでございます。こっちでちょっと様子を見ていきましょう。オープンといってもまだタレしか見えませんね。じゃあこれ先ほどまで炭を触ってたやつですが問題ありません。お使ってる。しっかりとねタレが中まで染み込んでます。色もしっかりついてる。よし早速焼こう。でマテ貝今年になって僕も取り出して、もうずっとねバター焼きとか塩焼きとかして食べてるんですけど、漬けでこの炭で焼くっていうのは初めてでございます。もう炭はねあらかじめ準備しておきました。事務所の車庫先で焼いていきます。マテ貝を取って醤油をしっかり切って七輪の上に乗せていきます。屋台のいい匂いがします。早くもうまそうに焼けています。めちゃくちゃうまそうに焼けてますね。ただタレ使ってるから焦げそう。これ見て、これ1個落ちたの。まだちょっと早いかもだけど食べてみます。あちちちちち。辛い。つけすぎたね正直。1日でこの小ささはつけすぎた。ただね砂も別にそんな噛んでることもなく、しっかりとね辛みの奥に噛めば噛むほど貝の味を感じます。で食感も普通の貝みたいにコリコリした食感ではなくて、若干ねグニグニとはしてますけど美味しい。やべ、こんな辛いもんあれ飲まねえと。さあこの辛いのに何が合うか、もちろんアルコール。ハイボールタイム。まずはマテ貝。わ、辛いけどうまい。佃煮だと思えば全然大丈夫。SMR ですね。たまんねえ。でこの食い方が一番うまいかって言われるとちょっと微妙です。普通に漬けにせず、結構塩もともと効いてるんですが、普通に焼いても塩味がちゃんと効いてるんで、変にね醤油とかにつけるよりはそのまま焼く方が僕はおすすめ。天ぷらとかもうまいそうです。それからねバターにあとニンニクとか加えてちょっと蓋してパカッて開いたら、もうそこからねちょっと炒めてあげるだけでもかなり美味しいです。いやマテ貝値段も安くてねすごく美味しいです。で昨日伝え忘れてたんですけど、突き刺し漁みたいなのがあって、中にいるマテ貝に針をねぶっさ刺してマテ貝を刺して取るみたいな漁法もあるらしいんですよ。面白そうなんでいつか取材に行きたいと思います。うめえ。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。マテ貝取りということで、この動画ができる頃にはおそらく7月とか、6月後半とかになってくるんで、一部地域ではもうマテ貝は取れないかもしれませんが、また来年ねお子さんお友達そしてあなた自身で、ぼっちでもいいので、マテ貝取りに挑戦してみてはいかがでしょうか。いろんな食べ方ができて非常に楽しいです。というわけでまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。